世の中には自分が見えない幸せな人種がいる。とにかく常識がないらしいのよ。この春から社会に出てくるゆとり世代って。学校が週休5日制で楽して育った世代だから、目上に対しての敬語もろくに知らないし、忍耐力なくて仕事が途中でも平気でほったらかして帰るみたいよ。うちの部署にも新人が一人配属されるけど、先が思いやられるし、うんざりだわ。先輩 OL 西島峰子42歳。バブル期を謳歌して、今もあの時代を引きずってる彼女はその代表。自分だけのパラダイスの住人だ。1ヶ月の研修を終えて、うちの課に配属された斉藤要くんだ。みんないろいろ教えてやってくれ。斉藤です。よろしくご指導お願いします。ねえねえ中村さん、結構今風の可愛い男子ですよね。そうね、挨拶も普通だし、西島さんが言ってたみたいに常識がないタイプには見えないわね。非常識なのはあの人の方ですよ。まったくだわ。ちょっと課長、新人を拍手で迎える慣例、いい加減やめてよね。嫌いなのよ、私。ああいう儀礼的なのって。いや、まあ強制ではないから。彼女、西島峰子はうちの課のおつぼね様で、通称バブリーナ西島。社員みんなが引いてる OL だ。なんせ仕事はやらない、できない、引き受けない。パソコン？私が苦手なの知ってるでしょ？中村さんとかがいいんじゃない？主にコピー取りと電話対応。性格は限りなく自己中だし、根拠もなく自分の全てに自信満々。何が肺がんよ、犬猿犬よ。タバコなんて今よりきっついのが大昔からあったじゃない。嫌ならそっちが避けろっつーの。何かというと、だいたい私たちの時代はさ、とバブル期の話題に持ち込み、周りを見下す彼女には誰もがうんざりしてる。この会社も何度か不況で危機があり、リストラされた社員もいるというのに、お荷物社員の彼女が生き残ってるのは社内の七不思議だ。パソコンの練習してるふりしてネットショッピング。プロポーズは何度かされたけど、今一つ決め手に欠けたのよね。お金や家柄が良くても、人としての器がね。ランチタイムは聞きもしないのに、自慢話、モテ話。結婚でも何でもいいからやめてほしい。そう切に願ってるのは私だけじゃないだろう。斉藤くん？君、斉藤くんどうした？気分でも悪いのか？なんか用ですか？いや、用って突っ伏してるから具合でも悪いのかね？いえ、別に。仕事が終わったんで寝てただけですし。寝てた？勤務中にかね？ご存知ないんですか？脳の疲れは睡眠をとることで回復しますから、長時間詰め込むより効率がいいんですよ。僕は受験なんかもこうして乗り切れましたね。受験って、ここは学校じゃなくて会社だよ君。給料もらう身が仕事もせず勤務中寝ててはいかんだろう。ですから言われた仕事は終わってます。終わったなら報告せんかね。次の仕事を指示するつもりでいるのに。そういうことは最初に言ってください。聞いてないことをどうやってやれと言うんですか？曖昧に物事を進めようとするのは日本人の悪い癖だって僕が塾で習った外国人の英語教師も言ってました。本当ですね。信じられない人種を見た。これは西島さんに匹敵するかも。どういう心臓？新人社員斉藤要22歳は一瞬で課の社員みんなを凍らせた。あれは人の常識が通じない宇宙人だと。ゆとり世代か。うちの会社はそこまで困ったやつは聞かないけど、ネットでは話題になってるよな。何度言っても勤務中の使用メールやめない女子とか、目上にタメ口残業拒否、たった3日で辞めたやつもいたらしい。それもメールで連絡してきたって言うから呆れるよ。なんかね、その斉藤くんって仕事するって意識がなくて、まるで日常生活の延長なのよ。世代の違いってバブル期より下の私たちにはないと思ってたけど、やっぱりあるもんなのね。俺らってそんな世代なのかもな。
バブル世代のツケで就職とか苦労したし、今度はゆとり世代に振り回されるし、その分堅実さは身についてるか。そうね、反面教師のおかげよね。そう、私たちは社会が超氷河期と言われた時代、勉強も仕事も頑張って生き残ってきた世代だと自負している。すいません、生ビール2つください。彼、小木隆34歳は2つ年上の証券マンで、5年前社会人同士の合コンで知り合い、喧嘩もなく穏やかに付き合いを重ねてきた。彼となら結婚してもいいなとは思うけど、まだまだ不器用だし、子供産んでも大変よね。それに今は彼の会社も大変なんだと思う。リストラとか早期退職で人数減った分、仕事が増えたって言ってたしな。ねえ、たかし、この後どうする？店変えて飲むとか、それともうちにでも寄ってく？ごめん、帰るよ。仕事持ち帰ってるし、明日も休日出勤なんだ。そっか、大変ね。頑張ってね。この1年はほとんどお泊まりもなしで、エッチも数えるほど。でもガツガツするのはみっともない。またね、メールする。別に今のままで不満はないし、空気を読んでうまく舵取りすれば、物事はなるようになるのよ。あの人って浮気とか遊びで女と付き合えるタイプじゃないし、心配はしてないけどね。今日はお風呂にアロマキャンドル浮かべよ。自分の人生だもの。自分でしっかり見極めなきゃ。なんだね、この金額は。君の家は電車で一駅じゃないのかね。平日はそうですが、週末は実家に帰ると決めているんです。謝礼に従って残業したのですから、その分の交通費は出してもらうのが当たり前ですよね。当たり前って5万ものタクシー代はありえんだろう。ゆとりーず斎藤また何かやったの？残業の後のタクシー代で揉めてんのよ。実家に帰るための最終の電車に間に合わなくて、タクシーで会社から帰ったんだって。何それ？そんなの許されるわけないじゃない。でしょ？やっぱ宇宙人よ、ゆとりーずは。わかりました。じゃあ直接上に掛け合います。待ちなさい、斉藤くん。何揉めてんの？課長とあの子。西島さん。へえ、タクシーで実家まで。やるじゃない、あの子。今時の男にしちゃ肝が太いわよ。だいたい今は会社も社会もケチくさすぎよ。お金は使わなきゃ回んないんだから。私たちの頃は経費もバンバン使って、それでどんどん景気も上がってったのよ。前にあの子が居眠りしてた時も、言ってることは理にかなってたし、器が大きい予感がしてたのよね。気に入ったわ、あの子。骨があるわよ。単なる自己中の常識知らず。誰の目にもそう映るゆとりーず斎藤の振る舞いを、バブリーな西島は共感したようで。やっぱり似た者同士だったのね。ねえ、そのスーツ、P. スミスでしょ？やっぱり、私と趣味が合うわ。それからは何かにつけ、斉藤くんに声をかけては、華やいだ笑顔を振りまく彼女の姿を見るようになった。やっぱり斉藤くんって見る目あるわよ。私のこと、今時の女子たちと違って個性的ですって。そういえば今の女子ってみんな似たような感じだものね。女子、アラフォーでも女子に入るの？いや、それよりバブル当時は西島さんもジッパ人からげでしょ。ねえ、今度あの子誘って食事会開いてあげようよ。なんかかわいそうなのよ。周りの男子社員からつまはじきにされてるみたいで、ああいう子は私たち女子社員が守って育ててあげるべきよ。じゃあいいわね、今週末。中村さん、あなたいい店探しといてよ。私ですか？あなたこの中で一番先輩じゃない。いや、私より西島さんですって。会費は、そうね、一人5000円。斉藤くんはもちろん無料ね。じゃ、頼んだわよ。センスのいい店選んどいてよ。最悪。行きたくない。でも後がうるさいしな、バブリーな西島。本当になんであんな自分中心に何でも進めるの？斉藤になんかおごりたくないっつーの。だいたい西島さん42か3ですよね。下手したら自分の子供くらいですよ、ゆとりーず斉藤。まともに相手されてるわけないのにはしゃいじゃって。
痛々しすぎて見てらんないわ。前から思ってたけど、あの人絶対自分は20代から変わってないって思ってるのよ。魔法の鏡でも持ってんですかね。永遠に若いままの姿しか映らない。言えてる。本当に、どうして人の気持ちも考えず、好きなように振る舞えるんだろう。もしもし、西島だけど、今日有給取るし、課長に言っといて。はい。彼女のようにだけはなりたくない。ラッキー！バブリーな休みですか。だと思った。今日は大雨だしね。梅雨時は毎年ね。自分が見えない痛い女は、後ろ指刺されて笑われるだけだわ。それじゃ、乾杯！さあ、斉藤くん。今日は遠慮せずどんどん言ってよ。はみんな知ってた？斉藤くんって W 大の経済学部出てるんだって。あそこって T 大より難関だって言われてるのよね、確か。就職だってうちとは比べ物にならない大企業の内定もらってたらしいんだけど、ほら M ビシよ M ビシ。それ蹴ってうちに入ったらしいのよ。へえ、すごーい。もったいない。それがどうしたこの野郎。もともと名の知れた企業には興味なかったんですけどね。自分の実力を試すために受けただけですし、ああいう大手の企業はシステム的にもう行き詰まってますよ。社員は何も疑わず会社の利益を上げることが使命と思っているけど、ただ会社を太らすだけでほとんどの社員に還元されないんですから。ねえねえ、これ頼まない？私も気になってた。ああ、美味しそう。僕の父親は2年前リストラされて自殺未遂したんです。え？ M 社って日本でも有数の大きな会社で、猛烈社員って言われるほどの会社人間だったのに、会社の業績が悪化したからって簡単に首を切られたんですよ。幸い命は助かったけど、ひどいうつ病になって再就職もできない。母親のパートと僕のバイト代で生活費も学費も賄ってきましたね。会社なんか何もしてくれませんよ。ここ数年の大企業の派遣切りでも分かったように、会社は十分金を貯め込んでるくせに、働いてる人間を犠牲にしましたからね。当てにしてたらバカを見ます。だから僕は会社より、僕の生活や家族のことを優先しますね。道具にされてすり減らされるのは真っ平ですから。てっきり甘やかされてると思ったのに、そんな事情があったんだ。ご両親を思って週末実家に帰ってたのね。それにしても、こういう小規模の会社ならまだ見込みがあるかと思ったけど、やっぱりダメですね。会社もだけど、社員も自分たちの境遇に鈍感だし。むか！いっそ自分で起業した方が納得して生きられますよ。やっぱムカつく。ちょっと気の毒と思ったけど何様？嫌ならさっさとやめろ！そうよ、そうなのよ！会社って社員のこと道具みたいに思ってんのよ。だから私は一人で戦ってんのよ。聞いてよ、あなたたちも。私も10年くらい前リストラされそうになったの。やっぱりそれがひどいのよ。入社するときはいるだけでいいって言ったのに、私がいれば職場の花になるって。なのにバブルが弾けて不況になったら突然クビにしようとしたんだから。思い出しても腹が立つ。だから私居座ってやるって決めたのよ。何があっても定年までやめてやるもんかって。決めたって、どうやってリストラを免れたんですか？もういっか。この際バラしても、あなたたちの教訓にもなると思うし。私実は、この会社に入る前から、今の専務の愛人だったのよ。ドン引き！もちろん10年前、とっくに別れたけどね。短大の時、高級クラブでバイトしててさ、あいつ常連で私にベタ惚れだったの。卒業したら自分のそばにいてくれって言うから入社してやったのに、突然やめろなんて手のひら返したのよ。専務って確か、愛妻家のロマンスグレー。だから、脅したのよ。私をクビにしたら、私とのこと、全部奥さんや家族にバラすって。会社の経費使い込んで、私と旅行に行ったことも、
取引先に賄賂もらってたことも会社や警察に全部話すってね。だって当然でしょ？私、20歳の小娘だったのよ。いい年した大人の男が自分の子供と変わらないような女をお金や物で釣って、一番いい時期の私の自由を奪ってたのよ。それを突然放り出すなんて最低じゃない。放り出すって、仕事できなきゃ見限られるのも当然じゃ。だから居座ってやるって決めたのよ。いわば復讐よ。それなら専務にしろよ。会社は無能なあんたを雇ってくれてたのよ。西島さんの心情に僕は共感できますね。それは全くその当時の西島さんにとって最善の策だったと僕も思います。泣き寝入りして被害者意識を高めるよりずっと前向きですよ。でしょ？ほんと、泣き寝入りしてたら今の私はなかったのよ。多分今は女子社員の中で私が一番給料もボーナスも高いし、将来のためにデザイナーズマンションも買ったわ。集めてるブランド品もいざとなったら財産になるもの。ムカつく！あなたたちもね、自分の権利は自分で勝ち取るのよ。見てて時々歯がゆくなるわ。上司や会社の言いなりで、バブル以降の世代って、なんかちまちま器が小さいのよね。やっぱり時代が人を育てるのかしらね。開いた口が塞がらないとはこのことだ。こんな過去を自分の勲章とでも思ってるのだろうか、この人は。さてと、そろそろお開きにして二次会する？馴染みのいい店があるんだけど、斉藤くんどうする？はあ、いいですけど今日は予定ないんで。あなたたちは二次会参加する？聞くからには帰れですね。あ、帰ります。私も。お疲れ様でした。ちょっと遠いけど、うちのマンションの近くの店なの。バブリーナ西島。お持ち帰りする気満々ですね。自慢の高級マンションに。それにしても何あの暴露話。会社に投書してやりたいわ。いっそあの二人くっついて出来婚とかでやめてくんないかな。それいい、最高なんて笑って二人を見送って一月後、それはまさかまさかの現実となってしまった。結婚？君たちが？はい、来年の3月が出産予定なので、安定期に入っての10月に式を挙げようと思います。出産？ひえー、マジあの日持ち帰ってる。じゃあ西島さんは退職するのかね？いいえ、出産前後は産休を取りますけど、私は働き続けて彼が退職して主婦になります。主婦？斉藤くんが？夫婦2人が外に出る共働きは人格形成に重要な子供の幼児期に望ましい環境ではないと僕は思います。彼女は明らかに僕より収入が上ですので、今は僕が家庭に入るのが合理的だと2人で話し合って。あっけに取られる社員を尻目に、我が道を行く2人の姿は目にすることも不快に思えた。起業したいとか言ってて専業主婦とはね。よくあんなことみんなの前で言うよ。はっきり言って存在すら消えてほしい。そうあの頃は思ってた。あら、来てたんだ、たかし。週末でもないのにどうしたの？普段なら連絡してくるのに。会社、今日で辞めたんだ。え？どうして？何かあったの？疲れたんだ、仕事に。疲れた？疲れたって、なんで？そんな、辞めてどうするの？これから。次の当てとか、あるのよね。いや、田舎に帰ろうと思うんだ。その方が精神的にも良さそうだから。精神？うん、軽い鬱で薬飲んでる。うちの会社かなり危ないみたいで、ノルマに追われて社内中ピリピリしててさ。もちろんそれをバネに頑張ってる社員が多いけど、俺は自分が思ってたより弱かったみたいで。恥ずかしい話、多分俺 ED にもなってると思う。そうだったの。大変だったんだ。
田舎ってどこだっけ？九州、大分の山の奥。遠いのね。帰って何か仕事するの？そうだな。親が農業やってるから手伝って、農協の臨時職員とか応募してみるかな。そう。どうしよう。ついていくとか言った方がいいのかな。でも、結婚してくれとも言われてないし、それに九州なんて遠すぎるし、私の仕事は？大企業じゃないけど、今の会社に入るのに苦労したのに、生活も安定してるのに、今の自分を壊したくない。帰るよ、そろそろ。ごめん、今お茶。いや、いいよ。しばらくはゆっくり休むんでしょ？また詳しいこと決まったらメールちょうだいね。うん、じゃあ、おやすみ。うん、元気出してね。おやすみなさい。冷たかったかな、私。引き止めて、いろいろ話し合った方がいいのかな。でも、わからない。私たち、そこまでの付き合いしてたのかもわからない。わからない。それから1月後、たかしから引っ越したというメールが届いた。連絡をくれれば、引っ越しの手伝いくらいしたのにという返事のメールを打ちながら、心の底でほっとしている自分を感じてた。お待たせしました。それでは、新郎新婦、再びお色直しで登場です。盛大な拍手でお迎えください。3ヶ月後、西島さんと斉藤くんの披露宴が華やかに開かれた。すごいお金かけてますね。バブルよもう一度ってか？西島さん若返ってる。ヒアルロン酸入れたのかな？それにしても、噂の専務から重役たちまでずらっと呼んじゃって、すごい神経、信じらんない。得意そうですね。今が幸せの絶頂ってとこ？周りの嘲笑など寄せ付けない。晴れ晴れしい西島さんの笑顔。まっすぐ顔を上げて歩く斉藤くん。寄り添う二人の姿が、私にはひどく、眩しく思えた。どういうことだ？聞いてないぞ、こんなこと。どうするの？これから一体。今月のお給料は？どこに連絡すればいいの？それから1年後、会社は予告もなく倒産した。どういうことよこれ！冗談じゃないわよ！訴えてやる！そんな社員たちの叫びは、ほとんど届くこともなく、みんなチリチリとなり、生活を維持するため、失業手当を頼りに私は就職先を探し歩いた。また不採用。どうしよう。もう手当もあと1月分。早く仕事が決まらないとダメなのに。大丈夫だってお母さん。いくつか手応えのある会社があるし、この年で親のすねかじるつもりないわよ。実家に頼るなんてしたくない。だって私たちの世代は、あのバブルの後の氷河期を乗り越えてきたのよ。ここで頑張らなきゃ生き残れない。生き残れない。かつての新卒での就職とはわけが違った。あの頃、同じ意識で励まし合った同世代の子たちもそばにはいない。どうだった？ダメ、厳しい。どこもだよ。33年の人生での初めての大きなつまずき。自分だけが落ちこぼれてるようなプレッシャー。私はすっかり疲れ果てていた。なくなってる。前の会社、ここにあったよね。会社って消えるんだ。ぽっかりと空いた空間。あの日、青い空だけが確かなものに見えた。はい、もしもし？もしもし、中村さん？私、斉藤。旧姓西島峰子だけど。え？西島さん？そうよ、久しぶり。実は私ね、今度自分で店始めるのよ、クラブ。それでオープニングパーティーするから来てもらえないかなって連絡したの。クラブ？西島さんが経営されるんですか？そうなのよ。もうこの2年散々だったわよ。子供預けて2人で働こうってうちの夫に言っても、帰って保育代とかかかるからってうんと言わないし。
仕方ないから水商売してしのいできたけど、もう限界。だからマンション担保にお金借りて、ブランド物も全部売っ払って店やることにしたの。あいつも前から起業したがってたし、今までとは違う新しい店をやろうって乗り気なの。もう一世一代の大勝負よ。不思議。あんなに嫌いだった西島さんの声が、すごく懐かしい。ということで、案内のハガキ送りたいんだけど、住所教えて。あ、すみません。実は私今、九州の大分に住んでるんです。九州？1年前に結婚したので、あの頃、失業して、途方に暮れてた私を救ってくれたのは、一本のメールだった。美穂へ、元気ですか？僕はこちらの空気を吸ったせいか、すっかり体調が戻ってきました。気が向いたら遊びにでも来てください。たかし。たかし、会いたい。たかしに会いたい。今思えば、自分で自分を崖っぷちに追い込んでたんだと思う。しばらくは実家の親に甘えてもよかったのに、負けたくないというプライドを優先して、自分でも気づかないほど、私は疲れ切ってた。うわー、喉かー。空気が美味しい。こんなとこなら健康に暮らせそう。帰ってきてよかったね、たかし。仕事も順調そうだし。美穂、何かあったのか？え？すごく痩せてるけど、ちゃんと食べてるのか？大丈夫か？食べてない。食べらんないの。美穂、ごめんね、たかし。私、冷たくしてごめんね。まっすぐに心から私のことを心配してくれたたかしの瞳。私の目はあの日まできっと誰のことも見てなかったんだ。自分のことも。ああ、いらっしゃい中村さん。そちらご主人？遠いところよく来てくれたわよ。開店おめでとうございます。2年ぶりに会う西島さんは、やっぱり自信満々の相変わらずのバブリーな西島に見えた。もう私のファンからの花でいっぱいよ。勤めてた店の客もかなりごっそり連れてきたしね。けれどそれは西島さん個人が時代にも人にも自分にももがいて苦しんでたどり着いた姿なんだと今は思う。たくましいな、西島さん。この店の主義は平等分配循環ですね。入ってきたお金は決して経営者だけを潤すために滞らせず、従業員へ、そして市場へと循環させる。企業を腐らせるのは結局は私利私欲だと僕は思いますよ。なるほど、熱いね君。ゆとりーず斎藤も。お姉さんはここの人？いいえ、ママさんと昔同じ会社で。ここのママさん面白いよね。私も。ああ、中村さんが来てる。よかった、嬉しい。久しぶり。世代なんて関係ないんだ。斉藤くん主婦リタイア？やってますよ。土日だけ子供を親に預けて出るんです。やっと正社員になれたの。よかったね。おめでとう。社長、うちは女の子お触りなしよ。ちょっとくらい。ダメ。女は大事にするの。誰もがみんな、ままならない現実と自分を抱えながら生きてるんだ。それぞれの楽園を目指して。